はようございます。今話題のレイブ D さんに、はい、レイブ D 来ました。はい、いらっしゃいませ。レイブ D の高弘です。はい、よろしくお願いします。お願いします。なんかすごい興味深い商品がめちゃくちゃいっぱいあるなと思ってね。そうですね、うちは基本的に軽量化と、あとは最近ずっとアジャスタブルのパーツがいろいろ多かったんですけど、なかなかメーカーとしても RWD 始まってようやく最近答えというか一つ出てきた上で、今回のナックルとかロワームとかもそうなんですけど、もうギリギリまで穴位置とかも減らして、本当にそのお客様が悩まずに簡単にセッティングできるかつ性能のいいものっていうのをメインのテーマとして作ってます。そうですね。はい。本当軽いですよね、このナックル。そうですね。軽い分には路面に応じて重くできるんですけど、もともと重いとどうしても軽くは後でできないので、削ったりとかお客様の方でできる方もいるんですけど、みんながみんなそういうわけではないので、もう本当にメーカーが出してもこれ以上加工する必要ないよっていうギリギリのところまでいろいろ削って作ってます。とにかく 1g でも 0. 何 g でも軽くっていうところでもう徹底して、もうそれこそこのナックルとかもう 3g ぐらいしかなくて、で 3g ですか。はい、もう 3g はい。あとこのロワームとかは、何もついてない状態だと 4g で、これつけても 6g いくかいかないかぐらいで、もう持ってもらうと分かるんですけど、すごい軽いんですよ。本当軽いですね、これ。はい、めちゃくちゃ軽いですね。正直言うと樹脂とかの普通の足とかよりも下手したら軽くなるかもしれないです。ただ合成がしっかりしてるんで、そういう意味でのそのフロントの逃がしだったりとか、あとは樹脂でいろんなところ当たらないように削っていくとどうしても壊れちゃったりするんで、その辺のバランスも見ながら、とにかく加工必要ないパーツを出してます。次がこれが今度出る、RSST っていうサボと、それをパソコンでこういう風にプログラムできる USB カードですね。ただこれアルミケースしっかり、下はプラスチックなんですけど、上アルミケースで今回すごくトルクっていうのにこだわってて、スピードただ速くするとフロントとか逃がしやすいんですけど、どうしてもその自分で操作しないとその速さって調整できないんで、なんで全域でちゃんとフロントを転がすためにトルクにすごくこだわって、ハイボルテージで18キロまで上げてるんで、これ普通は何キロぐらいなんですか。通常で16キロ。16キロ。やっぱそのプラス2キロっていうのはかなりでかい。プラス2キロでかいです。あとハイボルテージにするとスピードも上がるんで、スピードも USB で調整できるんですけど、あとはこれちょっとね高いんですよ、若干厚さが。普通のロープロよりも3ミリぐらい高いんで、干渉部分だったりとかもないですし、その高くすることによって金額安くてもそのハイトルクでしっかりとしたモーター、あとは中にねアイアンコアっていう新しいモーターを入れてて、これがまたすごいトルクフルで、あとね内部抵抗値も結構低いんで、ハンチングとかって結構ね抵抗値が高いとハンチング出やすかった。だからそれこそ例えばケーブル安いの使ったり、ケーブル延長とか長いのにして抵抗値が増えるとやっぱハンチング出たりするんですよ。その辺も含めていろいろやって出たサーボですね。はい、わかりました。次行きましょうか。はい、次行きましょう。バッテリーはね、見た目が頑張ってみましたって感じです。なんとか年内出せるんじゃないかなとは思ってます。ここから先はね全部ね参考出品で、どちらにしろ出すんですけど、こっちのアルミ削り出し。そうですね、この辺もねまだ暫定の形なんですけど、こっちがね完全にアルミ、フルアルミで、こっちのシルバーなのがチタンの削り出しですね。重さも若干やっぱりアルミの方が軽いんですけど、路面によっては軽すぎるといけないところ、重すぎるといけないところってあるんで、その辺の徹底した見直しと形で重量を調整してやってます。これ今コンセプトカーのうちの車なんですけど、基本的にYD2 のコンバーションなんですけど、フロントすごい軽く作ってるんですよ。でフロント軽くすると加速いいんですけど、デメリットとして少しアンダーが出やすいんで、そこをアクセルを軽くして減速感をしっかり出して巻きを作る。例えばアッカーマンとかで巻き作るとどうしてもそれって抵抗を作ってるんで、そういうんじゃなくてアクセルの回転の落としでアンダーステアを防止するっていう風に作ってます。じゃあもうセッティングアイテムの一つとしてそうですね、ご購入していただければ。そうですね、今回うちのドライバー2名なんかもアクセルとかテストとかしたりしてますけど、今回カーペットってことでグリップがすごく高くてアンダーがネックになっちゃう路面なんで、そういう時にアンダー防止としても、あとは最近流行りの P タイルとかフロントが食わない路面とかですごい有効です。なるほどね。でもこれは
は A アームですね。はい、これも参考出品ですね。まあ基本的に一通りもういじれるところは全部いじれるようになってます。これはねまだこれもかなり暫定的なところで、まだ最終的なものではないですね。そうですね。であとはこの辺のねチタンシリーズですね。はい、まあやっぱボールエンドとかは駆動するところなんで、僕らもガタは作りたくないけどなるべくスルスル動いてほしいんで、まあ、そういうところでチタンの削り出しだから、特にこのキングピンボールのこのサイズのチタンって他にないので。これ 5.8？ そうですね、はい、YD2 のナックルとかの純正とかにするような、はいですね。あとはモーターとかをかっちり止められるようなこういうチタンの、はいはい。はい、これこうですね、これモーターマウント、こういうところに面できっちり押さえて、でスペーサーとか挟んでもまあ同じような感じなんですけど、やっぱり一体式の方がまあガタもないですし、あとは結構皆さん調整するときにスペーサー落としたりするんで、で本当にスペーサーとネジが一体式で削り出しで高精度っていうところで、あとこっちがこれはサーボの押さえのネジですね。実際にサーボって結局3ミリじゃないんで、止めるところが、なんで、まあ、少しはガタ持たせないとサーボのメーカーによってちょっと違うんで、まあ、ギリギリまでクリアランス調整して、ヨコモの YD2 のスライドラックとかだと4点止めになるんですけど、まあ、フロント軽くしたいんで後ろの今バルク外して2点止めなんですけど、まあ、こういうかっちりしたの使えばその2点止めだけでも全然ずれないんで、はい、その辺をこだわって作ってますね。はい、一応今多分もうすぐ発表できると思うんですけど、アンプとかモーターも今絶賛開発中で、なんとかアンプ年内出せたらいいなっていう感じも、基本的なソフトウェアだったりとかそういうところはかなり完成してるので、あとはケースがいつ間に合うかっていうもうデータとかもできてるんで、ブログなり YouTube とかで見ていただければその辺は随時発表していきます。はい、でコンバージョンのシャーシもそうですね、コンバージョンのシャーシは来年になりますね。結局ミッションとかも全部作り直して、もう本当に究極のマシンを作りたいんで、まあ、そこは逆に急いで出すよりもしっかりテストして、はい、ありがとうございます。ぜひ皆さんレイブ D に期待してください。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。これ好きですね。あ、映った映ったちょっとレブディよろしくお願いします。よろしくお願いします。工場長です。やりたい放題。やりたい放題。回転椅子があったらね、ちょっとオープニングのやつやってもらう。自前の椅子今回回転しないやつ。あ、回転したいですか。頑張ってください。ありがとうございます。ありがとうございました。どうもじゃあ。こんにちは。じゃあ世界チャンピオン早くと思います。はい。レイブ D さんに一応今年から、お世話になることになりまして、はい、でそれに加えて、トップラインさんとあと RC926 さんも、はい、サポートしてもらう形で、かなり強力な、形で、この RCC 迎えられたかという感じで。結構新しいものをふんだんに使って僕は今回この車で一応参戦をしている形で、はい、じゃあマシンの方ちょっと見せてもらっていいですかね。はい、はい、今回トップラインさんからサポートしてもらっているということで、シャーシはトップラインさんのそうですね、ものを使用してシャーシですよね。はい、はい、この太いトップラインから発売されてるんですけど、これを一応選んだんですね。はい、そうですね。一応細い方と太い方どっちもテストしまして、はい、フロントちょっと合成が太い方がやっぱりあったかなって感じで、転がりが強く感じたのでフロントの転がりを重視して、はい、このシャーシ選択しました。はい、一応レイブ D のものとしては、はい、試作のこの、色がちょっと違うんですけど、銀色でこのロアーム、はい、そうですね。でそれとあとナックルですね。3グラムのナックル。そうですね。はい。業界最軽量っていうナックルで、あとダンパーステーカーボンですね。これどこのやつ？これは一応カーボンの試作でして、一応展示してあるものにもついてるような形ですので、はい。でこれの特徴は一応型指示を目標として、試作段階なんですけど、これをとりあえず使ってという形で、一応型指示で軽くというか、フロントをできるだけ軽くして、型指示っていうのは、はい、どういうこと？こっち側の、ダンパー性側じゃなくて、根元の部分ですね、こっちから片方だけで、取り付けをして、
本当だっていうような形で、あ、そういうことなんだ、はい、まあ、一応それがフロント周りで、あと新しいサーボそうですね、DVD サーがボついて、はいセッティングも、できますし、今回入ってセッティングしたのが唯一サーボだったんで、まあ、それでフロントの引き方というのは全部調整できちゃうし、真面目だな。真面目だよ。俺だって出たいんだよ。一応サーボの方はセッティングだけで、はいまあ、セッティングだけっていうかセッティングちょっと変えれば、車のフィーリングがだいぶ変わるので、これはセッティングを覚えておけばどこかのサーキット行って、ある程度走れれば、もうさらに良くなるという形で、これはかなりおすすめの商品になってます。この辺とかもね、初めて見たそうですね、形なので、この辺の上側の部分は、まあ、完全に隼人君、松崎隼人君が自己流でやっているもので、まあ、このブリッジで、はい、ピッチング合成を出してというか、この縦方向の、はい、で、まあ、この辺についてるネジとかがあるんですけど、これを1本ずつ緩めていけば、横の合成もどんどん緩くなっていって、後ろが食いやすくなっている。なるほど、緩めるとね。はい、まあ、バーとかが、できてくればここに何本か入れて横の杭が強いときは入れていけば、強い時入れると逃がせる、余計逃がせるという形で、まあ、なかなか後ろのグリップを減らすっていう方向のセッティングってのはあまりないと思うんですけど、まあ、カーペットとかは結構単純にグリップが高いっていう、はい、そういう場合にはまあ効果的かなというふうな形なんですけど、ギアに結構高いですね。そうですね、かなり高めの設定で、かなり高めですよね。はい、リアも試作のエアーがついてる。はい、リアは隼人君が僕のそのなんか好みに作ってくれた A アームで、ロアームと一応ナックルですよね。ついてる形ですね。すごいな。今年のオランダに僕 A アームのとりあえず車を持っていて、そこでかなりフィーリングが良かったんで、バンプ変化でその車の曲がり方が変わるんで、とりあえずそういう風な理論でやってるんですけど、ちょっとセッティング難しいんで、結構そこは難しいところではあるんですけど、使いこなせば結構かなり武器になるアイテムなんじゃないかなと僕は思って使ってます。ちなみにピン方向ですか？今日はバンプアウトです。バンプアウトです。はい、カーペットは常にバンプアウトでやってますね。タイルとかはバンプインの方向で、やってて、さらに曲がる車というか、そういう風な形で使ってはいるんで、コースによっても変えられますし、そうですよね。いろいろその調整が大幅に効く車みたいな、いろんなところで本当に細かい調整で、このナックルの特徴は本当にバンプを簡単にこのネジで変えられるんですよね。ここでね、はい、そうですね。あとバッテリー担当。バッテリーもレディーですよね。そうですね。バッテリーも今回中井君がかっこよくデザインしてくれた。そうだよね。レイブリーのバッテリーですね。で、あとそれとバンプも、もう完全にもう売ってないものだらけなんですけど。ありがとうございます。はい、すみません。いえいえ、はい、ありがとうございます。右替えです。リーダー吉文岡田 vs チェイサー隼人吉羽。
続いての対戦は両石 VS 隼人吉羽。参りましょう。リーダー両石 VS チェイサー隼人吉羽。すごい対決ですね。めちゃくちゃ楽しいです、僕。ゲームのそして思い乗せていく。そして速いからスピードに乗ってきちんとそっていくこの両者。さあ入れ替えです。リーダー隼人吉羽 VS チェイサー両石。なんだあの速さは。さあ、こういうのでは同じくらいなのかと思っていましたが、前に出た時にあの速さ。さあ、とんでもない車速で、そして目いっぱい走っています。出るのか。マジで全部あ、そうです、ありがとうございます。本当におめでとうございます。ありがとうございます。また勝ちましたね。いや、まあ本当に苦しかった今年は今年は苦しかった、本当に。まあそうですね、いい車を本当に作ってくれた、本当に隼人君と、あとシャーシ用意してくれたトップラインさん、あとサポートしてくれた926さん、本当にありがとうございますとしか言いようがないですね。ここまでできないです、俺一人じゃ。本当にありがたかったです。ありがとうございます。疲れた